皆さんこんにちは。腰痛マンです。本日はホンダのスペシャリティ系初代 N1 のご紹介です。グレードはベーシックな G に HID ヘッドライトやドアミラーウインカーなどを付けた L パッケージとなります。最近は猫も杓子も後席スライドドアでスペース重視という風潮の軽自動車ですが、後席ヒンジドアでスタイル重視のこの貴重な N1、どういう仕上がりなのか見ていきましょう。フロントマスクです。近年では絶滅危惧種の丸めライトの車です。これだけで5点です。ライトの周りの黒い縁取りと相まって動物の森のタヌキチのようで可愛いですね。しかしフロントの中央から下にかけてバンパーが下のグリルを覆うようなスポーティーなデザインとなっており、フロントフェースを引き締めています。空気の取り入れの都合でボンネットが開いているように見えるのが気になりますが、ここは2代目の N1 では修正されています。サイドです。ベルトライン下に一本線がありますが、それ以外はシンプルな曲線と面で構成されています。おむすび型で私は好きなデザインです。前高は意外に高く 1610mm あります。ワゴン R より 40mm 低いだけで立派なハイトワゴンですね。もうちょっと低いと良いのですがと思っていましたが、ローダウンしたモデルもあり、そちらはサスペンションとルーフの変更で 1545mm となっています。タイヤは14インチのスタンダードなサイズです。プレミアムツアラーという上級のターボグレードになると15インチになります。今回のグレードだとホイールキャップですが、つるんとしたボディにマッチした未来チックなデザインです。リアです。綺麗な台形のデザインとテールランプの形状がどことなくフィアット500っぽいです。あちらよりちょっと腰高感がありますが、室内空間の確保を考えるとこの辺りが限界だと思います。テールゲートのメッキ部分ですが、ザラザラした面と光沢面に分かれています。この辺り凝っていて良いですね。斜め後ろから見てみました。台形デザインでどっしりしているためか、全高 1500mm クラスの車に見えます。エンジンルームです。エンジンは初代 N-BOX などに使われた S07A 型です。 S07B 型と比べるとエアクリーナー周りが全然違っています。4号戦車の F1 型と F2 型ぐらい違っています。ボンネットにはインシュレーターがついていて良いです。バルクヘッド部分も静音材が貼られていて静粛性に期待が持てます。トランスミッションはホンダ内製の CVT です。下にはオイルパンの破損を防ぐためかアンダーカバーが取り付けられています。フロントサスはストラットです。頭の部分はしっかりキャップで蓋されています。で、こちらスタビライザーはついていません。ローダウンバージョンやツアラー、プレミアムにはつきます。リアサスはトーションビーム式です。こちらもスタビライザーはつきません。バンプラバーが下の受け皿側についているのが珍しいですね。まず前席に乗り込みます。着座位置は良い感じです。フロントシートは全体が上がります。上げても頭上に余裕があり広いです。うちのフィアットとは全然違います。フロントシートは卒のない感じです。シートバックはサイドサポートは少なめですが、ハンモックのように背中を支えてくれます。座面はやや短めですが、ちょうど良い硬さで長時間ドライブしていても疲れがたまりにくいです。視界は良いです。シート位置が一番下でもダッシュボードが前に向かって傾斜していることと、ボンネットの両端が盛り上がっているので位置感覚はつかみやすいです。さらにチルトステアリングがついているためポジション調整は問題ないですね。アームレストは物入れがないのでクッション性が高く快適です。ステアリングはこのグレードだとウレタンです。スタンダードな形で握りやすいですね。プレミアムグレードになると皮巻きステアリングになります。メーターはホンダっぽいデザインです。タコメーターがついているのは良いです。ただ N ワゴンの時も思ったのですが、メーターを壁で仕切る必要はあったのでしょうか。右側のディスプレイはトリップメーターや平均燃費などを見ることができます。白い文字ですっきりしていて見やすいですね。ステアリングの右下には燃費重視になる E コンボタンと横滑り防止装置のオンオフボタンがあります。 E コンを押さないとアイドリングストップしてくれないのですが、そうするとエアコンの効きが弱くなるのが困りものです。降りるのも乗るとき同様やりやすいですね。後席に乗り込みます。頭の部分が四角くカットされていて乗り込みやすいです。また足元はフラットで広々しています。これ以上の広さが必要なのだろうかとか考えてしまいますね。リアシートはシートバックが大きめで腰があって快適です。この色合いとシートの感じ、どこかでと思ったら N シリーズの前のホンダの軽自動車ライフが似たような雰囲気でした。
リアウィンドウは8割ほど開きます。横に長いので開放感があります。リアシートは座面長さ、高さ、足元広さと十分以上に広いです。背が高いだけあり、アルトやミライースといった軽セダンタイプより広いです。これであれば大人4人での移動も余裕です。で、こちらセンタータンクレイアウトのホンダ車なので、後席チップアップがちゃんとついています。フレーム部分のロックを外して座面を軽く持ち上げ、フレームを下ろして固定します。かなりやりやすいです。跳ね上げるとお茶を立てられるくらいのスペースができます。2人での旅行時などに背の高いトランクをドカッと置けて便利そうです。フロントドアはスマホが縦置きできる上ポケットとドリンクホルダー付きの下ポケットがあります。ドアトリムの素材はプラですが、色や表面の脂肪を変えており凝っています。インパネはなんともネオレトロな感じです。逆スランとしてテカテカなパネルが昔の車っぽいですね。インパネ左右にはドリンクホルダーがあります。ペットボトルを置くと回転式のエアコン吹き出し口を塞いでしまうのが残念です。ステアリング下には物入れがあり、スマホや財布など入れられるスペースがあります。エアコンは全グレードフルオートです。 N ボックスと同じスイッチが使われています。コンパクトかつボタンが大きくて使いやすいです。エアコン下には小物入れがあります。純正ディスプレイオーディオを選ぶとここにスイッチがつきます。センターロアボックスにはペットボトルやスマホを置ける広めのスペースがあります。その右上にはアクセサリーソケットがついています。セダンタイプですが収納力は高いですね。助手席前はペットボトルなどがギリギリ置けそうなトレイがあります。本来シフトレバーの上までトレイが続いているのですが、今回車外ナビがついているためパネルが前に張り出しています。グローブボックスは説明書などでいっぱいです。ティッシュボックスなどは下のトレイに置くのが良さそうです。隣にはコンビニフックがあって便利です。リアドアにはフロントより大きな上ポケットがついており、スマホが横置きできます。下ポケットにはドリンクホルダーがあり、後席乗員に不便さを感じさせないですね。両方のシートバッグにポケットがついており、いろいろ荷物を入れることができます。軽で左右にこれがついている車は珍しくナイスなポイントです。あとは N ボックスのようにリアアームレストがついていればよかったですね。惜しいです。というわけでユーティリティを見てきました。レトロっぽくかつホンダっぽく、やはりライフっぽさを感じました。荷室を見ていきます。リアシートスライドはないですが、後席も荷室も広いです。買い物かごが余裕を持って鎮座しています。ただ軽なので横幅は狭めで、置ける買い物かごは横置きで一つですね。縦置きできそうな雰囲気でしたが、ちょっと奥行きが足りませんでした。ボードを開くとラゲッジアンダースペースがあります。フックをヘッドレストに引っ掛けてボードを固定できます。このスペースは13センチの深さがあり、背の高いものを乗せることができます。フックはボードの型にはめて収納できます。リアシートの肩口のレバーを引くとリアシートが倒れます。フルフラットになり、四角い大きな空間ができます。こちら燃料タンクがフロントシート下にあるセンタータンクレイアウトなので、倒したリアシートと荷室を低い位置でフルフラットにできています。リアシートの肩口レバーを引いてロックを外して戻します。シートは軽く戻るのですが、戻したら座面がチップアップ状態になっているので、そちらの方も戻します。スモール、ロービーム、ハイビーム、ハザード、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ。一般道です。エンジンが力強いのが第一印象です。他のメーカーの車より1000回転くらい上を積極的に使うのでパワー不足を感じません。 CVT ですがステップ AT 的なギア固定で走っている感じがあります。右方向です。ブレーキは癖なく普通に効いて良い感じです。アイドリングストップも自然で違和感ないですね。
乗り心地はハイトワゴンとしては柔らかめです。スズキのワゴン R やダイハツのムーブより上下にぽよぽよします。とはいえ以前乗った NBOX ほど柔らかではなく、一般道だと快適で悪くない乗り心地です。ロードノイズはかなりダイレクトにゴーゴーと入ってきます。エンジン音も入ってくるので、もうちょっと静かだと良いですね。上級グレードだと改善されているのでしょうか。どこ走ってんねんって感じの狭い道です。アップライトな姿勢で目線が高く、ボンネットの両端が張り出しているので見切りは非常に良いです。電動パワステは軽くスイスイと操作できるため、離合時に端に寄せるなどの細かい操作がやりやすいです。また他のメーカーの車よりアクセルオフした際の回転落ちが遅く、パワーバンドに乗ったままなので再加速がしやすく走りやすいですね。山坂道の上りにやってきました。ライフの P 型エンジンよりロングストローク型になったとはいえ、さすがホンダというエンジン音が響きます。ハンドリングは素直で、スイスイと軽やかにカーブを抜けることができます。高さが1600ミリ以上ある軽自動車とは思えないです。一般道だと足が柔らかめでどうかなと思っていましたが、回り込むようなカーブでもある程度ロールはするものの踏ん張って曲がってくれます。スタビレスですがよくできています。パワーは NA なので乏しいですが、その分踏み込んでも安全に走れて面白いです。下りです。上りと同じくよく曲がるのではありますが、下りで荷重が前にかかり気味になるためか、思ったよりもロールが深くなります。タイヤが泣きそうになり、ちょっと怖いです。意外に限界が低い感じで驚きました。しかし他のハイトワゴンよりはずっとポテンシャルを感じるので、スタビライザーをつけるかもう少し硬い足にすれば下りも楽しめそうです。スタビライザー付きグレードのツアラーかプレミアムであればだいぶ印象が変わると思います。この車、レーシーなイメージで売っているのは伊達ではないと感じました。高速道路にやってきました。70キロから100キロの加速タイムを計測します。タイムは8秒041でした。 1.2 リッターのフィアット500は6秒ちょっとだったので、軽自動車としては速い方ではないでしょうか。途中で CVT がレブっている感じだったので、そこが惜しいです。120キロで巡航中です。5000回転くらいエンジンが回っていることと、この速度域だと風切り音が目立ってくるので、かなり車内は賑やかです。ハンドルの中央付近が曖昧になってきて、直進させるために手に力が入ります。ただ一般道同様にパワーバンドあたりの回転数を維持して走ってくれるので、速度維持しやすいです。再加速時のアクセルの突きがよくダイレクト感があります。100キロです。先ほどより安定して走ります。このスピードだとエンジン音よりロードノイズの方が目立ってきて、相変わらず車内は賑やかです。足が柔らかめのためか、路面のうねりを拾って上下にややひょこひょこします。直進安定性に影響はないのですが、ちょっと気になります。80キロ前後です。この速度域だと安定しており、普通車のような感覚です。路面のうねりでひょこひょこはし、ロードノイズはそれなりにしますが、安心して走ることができます。今回217キロ走って、燃費は約17キロリッターでした。ブンブン回して走っていましたが燃費良いです。さすがエンジンのホンダという感じです。今回の JG1、N1 の5段階評価ですが、評価は3、普通です。ネオレトロなスタイルをしつつ、車内は十分広く、走行性能はよしと欲張りセットな車です。癖強すぎのフィアット500買うより間違いない選択だと思います。ただ
デザインがあっさりしたところがあったり、ロードノイズがうるさかったり、山坂道の下りで印象が変わる足回りだったりが気になって3点としました。手が加えられたツアラーやプレミアムといった上級グレードだと4点になると思うので、それらのグレードや2台目に機会があれば乗ってみたいです。普通に使える丸めの車が欲しい方や、ライフやゼストの乗り換え先を探している方は一度試乗してみることをお勧めします。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。